はい、皆さんこんにちは、高井です。本日は2024年6月12日です。今回は HKT48 劇場で開催されるチーム H 目撃者公演を見に行きます。現在僕がいる場所は九州一の繁華街である天神です。この天神には九州はもちろん全国各地からバスや電車などの交通機関が集まります。博多と並び遠方から HKT48 の公演を見に行く人はこの天神を経由し劇場に行く人が多いと思います。そこで今回はこの場所から劇場に向かいたいと思います。天神北バス停から乗車し、都市高速に乗って劇場近くのPayPayドームまで行きます。バス停を降りればすぐに劇場です。それでは早速行ってみましょう。都市高速から見える景色を楽しみながら本日の公演の出演メンバーについて話をします。本日の公演の出演メンバーは荒牧美咲ちゃん、生野里奈ちゃん、石橋いぶきちゃん、市村愛理ちゃん、伊藤ゆえるちゃん、川平ひじちゃん、北川ひいろちゃん、栗原さえちゃん、坂本里乃ちゃん、渋井美奈ちゃん、藤野ココアちゃん、淵上舞ちゃん、最上ななかちゃん、柳瀬玲也ちゃん、山内優奈ちゃん、森崎さえちゃんです。本日の公演から先日舞台に出演していた市村愛理ちゃん、渋井美奈ちゃん、石橋いぶきちゃん、柳瀬玲也ちゃんの4人が帰ってきます。舞台期間中は他のチームのメンバーが代わりに出演し、大幅なポジション変更があるなどかなり特殊な公演でした。詳しく知りたい方は概要欄のリンクを確認してください。本日は16人中15人がチーム H メンバーで、いつものチーム H 公演が帰ってきました。しかしキャプテンの豊永ちゃんは6月29日から始まるミュージカルに出演するので本日の公演には出演しません。代わりにチーム K4 から森崎さやちゃんが出演します。先日の6月1日に最上ななかちゃんが劇場公演出演回数100回を達成しました。最上ちゃん以外のチーム H の6期生メンバーはすでに達成しているので、これでチーム H メンバーは全員100回以上公演に出たことになります。一つ先輩の5期生は川平ひじちゃんがすでに300回達成しており、坂本里乃ちゃんと市村愛理ちゃんもあと数回で300回達成します。3期生は山内優奈ちゃんが800回、荒牧美咲ちゃんが6月25日の公演で700回を達成します。ちなみに現役メンバーの中で最も多いのは2期生の淵上舞ちゃんで、現時点で900回以上の公演に出演しています。そして話は変わりますが、先月5月末に AKB48 グループ歌唱力No.1決定戦の予選がありました。予選結果は3位は豊永ちゃん、6位は坂本エレナちゃん、そして国内推薦枠は最上ななかちゃんと秋吉ゆかちゃんでした。決勝は7月23日に TBS チャンネルとスカバー番組配信で放送されます。優勝者には秋元康プロデュースのオリジナル曲が贈られるほか、決勝大会の上位メンバーには後日開催される第6回 AKB48 グループ歌唱力No.1決定戦ファイナリストライブの出場権が与えられます。人気でもなく運でもなく歌唱力だけで評価されるイベントなので、普段の活動では目立たないメンバーが注目される良い機会です。人気だけで評価される選抜総選挙、運だけで評価されるじゃんけん大会がない今、48グループ全体で順位がつき真剣勝負ができる唯一のイベントです。 HKT48 からは4人のメンバーが出場します。決勝での奮闘、そして良い結果を期待しています。それでは劇場近くのバス停に到着しました。天神北バス停を出発し、約10分でここまで来ることができました。この先5分ほど歩いた場所に HKT48 劇場があります。本日は PayPay ドームで野球の試合があり、多くの人で賑わっています。また劇場前にも舞台から帰ってきたメンバーを迎えるかのように多くのファンが集まっています。現在時刻は17時55分です。18時から入場開始なので、そろそろ準備して公演を楽しんでいきます。はい、それでは公演が終了しました。本日は先日舞台に出ていたメンバーが帰ってきて初めてのチーム H 公演でした。また後で詳しく話をしますが、公演開始前にはあるサプライズもありました。それではいつも通り公演の感想を話していきます。その前に6月は梅雨と夏の始まりの時期です。それに伴い湿度と温度が上がり、そろそろ半袖に衣替えしたい時期です。僕も今日から衣替えしたのですが、公演を楽しむ上で一つ不安な点があると思います。それは劇場内のクーラーが
効きすぎて寒くないかどうかです。劇場内の空調はメンバーに合わせて設定されているので、椅子に座っているだけのファンは寒く感じることがよくあります。そのため動画の後半では半袖でも寒くなかったか、また適切な服装や注意点なども説明します。以上の2点についてこれから話をしていきます。それでは本日の公演の感想について話をします。本日の公演では先月5月9日にお披露目された7期生が初めて前座に出演しました。公式からの事前の発表はなく、公演開始と同時に前座が始まり、劇場内にいたファンを驚かせました。公演開始前のスタッフさんのドアが閉まります。公演が始まりますのアナウンスがいつもよりも多く、何かあったのかなと少し違和感がありましたが、これが理由でした。7期生が前座に出るのは予想よりも意外と早かったです。僕は今月末くらいだと予想していました。7期生は2024年5月9日にお披露目されたので、お披露目から前座デビューまで1ヶ月と3日かかりました。タヌキは2ヶ月から6ヶ月ほど時間がかかっており、この1ヶ月と3日は HKT48 の中では現時点では最短記録です。6期生は2022年5月7日にお披露目され、6月17日に前座デビューしたので、お披露目から前座デビューまで1ヶ月と10日かかっています。つまり7期生の方が6期生よりも1週間早いです。今までは6期生が最短でしたが、この記録を7期生が更新しました。ちなみに7期生、6期生に次いで3番目に早いのは4期生の2ヶ月と4日です。また余談ではありますが、最も早く前座に出たメンバーは6期生が北川ひいろちゃん、柳瀬玲也ちゃん、森崎さやちゃん、最上ななかちゃん、5期生は水上りみかちゃん、石橋いぶきちゃん、工藤遥香ちゃん、上島楓ちゃん、4期生は月足あまねちゃん、ドラフト2期生は松岡花ちゃん、3期生は荒牧美咲ちゃんです。その他ドラフト3期生は最終合格の前に各48グループの劇場で前座出演しており、1期生と2期生の時代は前座はありませんでした。そして7期生で最も早く前座デビューしたのは中野みなみちゃん、松本萌歌ちゃん、吉田芽衣ちゃんでした。最も早く前座デビューできたメンバーとだけあってダンスのレベルは高かったです。同時にこれから先の伸びしろも感じるパフォーマンスでした。また6期生の北川ひいろちゃんと森崎さやちゃんは3人のリハーサルを見て多くのことを教えていたらしく、2年前に加入した6期生も先輩になったのだなと実感しました。ちなみに今回はサプライズだったので、公演開始時刻に前座が始まりましたが、次の目撃者公演からは5分前に前座が始まります。そのため公演開始5分前には劇場内に入っておく必要があるので注意してください。次は半袖でも劇場内は寒くなかったか、また適切な服装や注意点などについて話をします。劇場内はクーラーが効いており、衣替えの時期なので半袖でも大丈夫かと不安な人は多いと思います。まず前提として体感温度は体質や体型、体調などに左右され、人それぞれ個人差があります。また座席位置によっても大きく変わる可能性があります。例えば立ち見席は空調設備が近くにあるため体感温度は下がりやすいです。そのためあくまでも参考程度に聞いてください。結論から言えば僕は半袖では少し寒く感じました。当日の僕の服装は今のこの服装と全く同じです。座席番号は37番で前方席の前から3列目、下手側の席でした。公演が始まってから自己紹介 MC までは特に寒くはなかったんですが、時間経過とともに少しずつ寒くなってきました。おそらくメンバーに合わせて公演が進むにつれ劇場内の温度が下がるよう空調が設定されていると思います。また上半身よりもどちらかといえば足元の方が冷える感じがしました。これらに関してはスタッフさんにお願いしても設定温度などを変えることはできないので、各自対策をするしかありません。半袖では寒く、長袖では暑いので、僕は夏の時期は薄手の長袖を着ています。下は短パンではなく長ズボンがおすすめです。必要であれば重ね着をすることで体温調節をしたり、靴下の重ね履きをするなど各自で対策してください。また寒いとトイレに行きたくなるので、入場開始から公演開始までの30分の間に1回はトイレに行っておくことをお勧めします。以上で公演の感想と劇場内での防寒対策について話をしました。本日の目撃者公演では中野みなみちゃん、松本萌歌ちゃん、吉田芽衣ちゃんの3人が初めて前座に出演しました。これから多くの7期生が前座に出てくると思います。また公演デビューがいつになるのかも注目です。チーム H と K4 の公演はどちらも公演開催に必要なメンバー数16人に達しているので、7期生が出演するのはまだかなり先になりそうです。おそらくひまわり組の逆上がり公演
演で公演デビューすることになると思います。逆上がり公演は4月17日に初日を迎えるので、7期生の出演は8月以降になると予想されます。前座デビューや公演デビューのタイミングはメンバーごとに異なりますが、今の6期生のように先輩メンバーと共に公演を作り上げ活躍する姿を見る日をとても楽しみにしています。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また YouTube の検索欄に HKT48 高谷と検索するとトップに僕のチャンネルが出てきます。そこからでもチャンネル登録と動画の視聴ができます。ご視聴いただきありがとうございました。